こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしんなです。今回は Xbox で2023年12月に新発売となる最新の期待作と Day1 ゲームパスタイトル、そして突如発売された最新作などもご紹介します。ぜひ最後まで見てね。エイリアンホミニットイベージョン11月1日に発売されました。定価2200円です。ザ・ベヒモスの最新作がついに登場となります。エイリアンホミニットが帰ってきましたね。ブラスター銃、ビームや噛みつきを駆使して果てしない敵の大軍を蹴散らしていくアクションゲームで、ローカルまたはオンライン協力プレイで最大4人で一緒にプレイできます。レベルアップで突然変異し、頭むしゃむしゃ、超スピード、回復や飛行といった技を習得することができ、最高にカオスな侵略が楽しめます。また、2007年に360で発売された前作、エイリアンホミニット HD のリマスター版も定価1400円で同時発売しています。手書き風のグラフィックに興奮をかき立てる高速ゲームプレイ、そして溢れるユーモアの原点となる作品で、当時と変わらないハードコアなゲーム体験をすることができます。さらに日本セットバンドルも発売されており、こちらは2900円とお買い得な金額で購入できます。リトルノア楽園の後継者、11月2日に突然発売されました。定価1500円です。サイゲームスが手掛ける横スクロール型のローグライトアクションゲームです。まさかのサイゲームスが Xbox に初参入する形となりました。特に事前発表などもなく、突然のリリースでしたので、非常に驚きましたね。本作は初めてローグライトを遊ぶ方でも楽しく爽快に触れられるようにと作られていて、主人公のノアを操作し、アストラルと呼ばれるユニークな攻撃アクションを持った仲間を率いて、入るたびに構造が変わる謎の古代遺跡ダンジョンを冒険していくこととなります。アストラルは40種類以上登場し、自由にカスタマイズして自分だけのコンボ攻撃を見つけることができます。また、ダンジョンの途中で倒れてしまっても、それまで集めたマナやアイテムを使ってノアを強く育てることができ、冒険に役立つ様々な機能を持った施設を建設することも可能です。遺跡の奥で待ち受ける巨大なボスたちを相手に、これまで集めたアストラルと成長させたノアの力を合わせて戦っていくといった内容となっています。なお、今作は追加 DLC2 つが付属したスペシャルエディションも定価2000円で同時発売しています。こちらの DLC では冒険に役立つアクセサリーや新しいアストラルにプリコネやウマ娘とコラボした衣装が付属します。アバターフロンティア・オブ・パンドラ12月7日発売、定価9800円です。今作はディビジョンを開発したスタッフが手掛けていて、1作目の映画で起きた出来事の後の世界を舞台に一人称視点でパンドラの西部辺境の未開の地を探索します。優れた強靭さや俊敏さを生かして危険に満ちていながら魅力あふれるオープンワールドを駆け巡ることができます。アサルトライフルやショットガンといった人間用の武器や弓や槍といった伝統的な武器も使用可能で、自分のプレイスタイルに合った装備や武器を作成することも可能。また、空を飛び高速の空中戦を繰り広げ、広大な世界を自由に飛び回ることもできます。さらにストーリーのキャンペーンモードすべてをシングルプレイまたはオンラインの2人協力プレイで楽しめます。そしてもう一つ、今作ではレイトレーシングオーディオシステムを搭載し、レイトレーシング技術を音響に用いることで高い臨場感を実現しているとのことです。なお、今作は発売日初日から UBI ソフトプラスに対応し、Xbox では月額1800円で遊ぶことが可能です。グノーシア12月14日発売、定価2750円です。2019年に PS ビータで発売され、後にスイッチや Steam でもリリースされた今作がいよいよ Xbox にも登場します。舞台は一隻の宇宙船。乗組員たちの中に数人人間を襲う未知の敵グノーシアが紛れ込んでいます。
そしてグノーシアは毎晩一人ずつ乗組員たちを襲い、この宇宙から葬り去ってしまいます。プレイヤーは人類側、あるいはグノーシア側としてゲームをプレイすることが可能で、人類側の場合、すべてのグノーシアを発見してコールドスリープさせること、そしてグノーシア側の場合は毎晩乗組員を襲い、最終的にグノーシアの数が人間の数を上回ることが勝利条件となります。ワンプレイ15分ほどのいわゆる人狼ゲームを繰り返し行いながら物語を進めていきますが、本作は単なるシングルプレイの人狼ゲームではなく、繰り返しプレイしていく中で敵であるグノーシアとは何なのか、またどうしてこの船がループに陥っているのかといった謎が徐々に明らかになっていくというミステリー要素がゲームデザインとシナリオに組み合わされています。ロールプレイング、シミュレーション、ノベルアドベンチャーといった様々なゲーム要素が融合し、ローグライト、テキストアドベンチャーという唯一無二のゲームデザインで作られていて、無数に広がる宇宙の可能性から一つの答えを導き出す登場人物たちとのドラマを楽しむことができるとのことです。私まだ未プレイなのですが、本作ものすごい評判いいですよね。ずっと気になっていたので遊べるのがとても楽しみです。アトラスフォールン12月14日発売、定価8030円です。砂に覆われ荒廃した世界を舞台にした最年少視点のアクション RPG。 プレイヤーは様々な武器に姿を変えるガントレットと流れる砂を意のままに操るサンドパワーアビリティを駆使して伝説の巨獣たちを狩猟していきます。スキルをアンロックして強化、カスタマイズができ、自分だけのスタイルでプレイが可能です。また、オンライン最大2人のマルチプレイにも対応しています。幻想的な砂の世界を滑走し、爽快感のあるアクションを楽しむことができます。本作は海外では8月に発売されたタイトルでしたが、発売から4ヶ月で日本でもリリースされ、日本での販売はセガが担当します。そして12月の Day1 ゲームパスタイトルは1本決定しています。スチームワールドビルド12月1日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。メトロイドバニアの名作スチームワールドディグと同じ世界観の街づくりストラテジーゲーム。鉱山の街を構築して廃鉱でモンスターを倒して資源を採掘したり、食料を確保して快適な街を作り上げていきます。また、廃鉱には来るべき破滅を回避するための古代の技術が眠っており、深く探索して謎を解き明かすのも本作の楽しみの一つとのことです。ということで、今回は Xbox で2023年12月に新発売となる最新の期待作と Day1 ゲームパスタイトル、そして突然発売された最新作などをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。